皆さんこんばんは。フォーラムイートプレゼンツ玉木のスポーツジャーナリズムの時間がやってまいりました。MC のスポーツライター小崎です。このチャンネルはスポーツ文化評論家玉木正之を送る既存メディアと異なる視点でスポーツの真の問題点を取り上げ考える番組です。コメンテーターの玉木正之さんです。よろしくお願いしまはい、す。よろしくお願いしはい、ます。お願いします。強くなった日本がさてワールドカップで決はい、勝トーナメントをどのようにして勝ち上がっていくのかはい、ということを今回は大隅さんと後藤さんにお聞きしたいと思ったんですけれども、そはい。の思った自分をびっくりしてますね。こんなことを考えられるようになったのだと。まあ、要するに、目標ベスト8とかそうじゃなくってね、これから何かワクワクするようなことがひょっとして起こるんではないかというこうん、とを思って、この3回のシリーズを、話を聞いてきたわけですけれども、はい、そこに冷たい水とは言いませんけども、結構まだまだそこまで考えちゃダメだよというふうに後藤さんと大隅さんに言われたような気もしている、今日この頃であります。ということで、大隅さん、後藤さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いよろしくおします。願いしまお願いします。す。その前にちょっと今日お伺いしたいんですが、イランが一体どうなってるのか、それこそアメリカのイランへの攻撃というものがありました。これがオリンピックの休戦憲章違反であるなんてことを言ったところで、なかなか IOC も動かないので、どうなるんだろうと、イランが一体どうするのかなと思ってるんですが、後藤さんどうなんですか？イランはこれ、棄権するということはないみたいですね。いやー、これ難しいですよね。ああ、そうですイランか。が出場するといった場合に、アメリカは結構困るだろうとは思うんですよね。うん。アメリカが果たしてビザどこまで、選手団に出しても、メディアとかね、サポーターはい。に出さない、そしたらまた問題が起こるだろうし、うん。アメリカをただ、困らせることはできる。逆にあ、もし出場してイランの選手が何人も亡命しちゃった、女子のうん。ワールドカップ、女子ありましたあね。りましたよね。ありました。アジアカッはい。プはい。でオーストラリアはい。に選手が亡命した。はい。だからああいうことが起こるとイランとしてはメンツを潰されるし、逆はい。にアメリカ側が一生懸命亡命させようと工う作するでしん。ょうから、イラン側なるほど。もそう簡単に出せない。なかなかね、そのイランの今のサッカー協会の、トップっていうのはやっぱり体制派の人たちらしいんですよね。はい。で、選手の中にはそうじゃない選手もいる、あるいはもう切られちゃったっていろんな説が錯綜してますが、非常なるほど。に難しいし、第一もその戦争自体がどうなるか分かんないですからね、2そうヶですね。月ね。長引くかもしれないとも言われてまえすしね。ただ、どうなんでしょう。イランの方は、アメリカでの試合を避けて、メキシコに変えてくれというようなことも言っているというような情報もあるんですけれども、こういうことは別に可能なんですかね。これはもう FIFA っていうのは何でも可能にしちゃえる組織ですから、ああ、はいはい。FIFA っていうのがやろうと思えばできるんだけど、FIFA は拒否しましたよね。なるこほどね。の、イランの要求っていうのは非常にいい落としどころだと思うんですけどね。あ、うん、ただ、なるほど。アメリカにとってもイランにとっても、そういう、アメリカに入国しないで、イランが勝ち抜きさえしなければ大丈夫だよっていう形でね。本当に、で、イランが勝ち上がってったら、勝ち上がってたら、アメリカに入んなきゃいけなくなる。そうそう。アはい、メリカそうみたとぶつかいですね。る可能性はい。もあるんですよね、順位にようん。ってはね。でも、かつてアメリカとイランがやった時に、もう結構アメリカ大使館の選挙とかがあって、関係は悪いなと言われていたのに、にチームが一緒になって写真を撮るというようなこともありましたけれども、これは今の戦争ではやっぱり無理でしょうかね、それは戦後藤さん。争をやってイラン側としては何千人も殺されてるわけですから、はい。それはそうはいかないですよね。なるほど。スで、ポーツの、明らかにこれはそのオリンピックがどうこうじゃなくて、はい。国際法違反の攻撃ですからね、アメリはい、カの攻そうですね。撃はね。これは、はい。98年のワールドカップで、アメリカとイランが対戦したときに、それは FIFA がね、はい。無理やり FIFA フェアプレーデーにしちゃったんですよ、その試合ああ、に。そうですか。なるそれで、ほど。一緒に写真撮らせて、はい。ワールドカップ平和の大会って言ってたし、それから、イランのサポーターたちも別にアメリカに対してなんか、
するわけではなはく、い、はなんい。か楽しくやってたんですけど、うそれはん。裏があって、あのワールドカップに来てたイラン人っていうのは、はい。みんな亡命した、応答派の人たちなんですよね。ああ、なるほどイランな。本国から、来たわけではないはい。ですから、作られた平和、見せかけの平和みたいなものだったと思いますよね。なるほど。実際にイランで普通に暮らしてる人たちは別にアメリカのことを、はい。悪魔だと思ってるわけじゃないですよ。大悪はい。魔ってのは、あれは体制側の明らかにプロパガンダですからね。はい。アメリカの音楽も好きだしね、映画もうん。好きだし、そういう人たちばっかりですからね。うん。なるほどね。まあ、私なんかでもね、イランの人がね、言った一言が、もう最高に素晴らしいなと思ったのは、トランプ大統領が石器時代に戻してやると言ったときに、石器時代のイランというのは石器時代のアメリカよりもずっと文明が進んでいたと、アメリカはね、今何も、年建国250年ですけれども、そ2500年前にアケメネス朝ペルシャが始まう、ったんですよ。そう。もう、すごいところですけれども、さて、それはどうなるかということなんですが、話を日本の方に持っていきましょう。日本が、決勝トーナメントに、出ます。出た場合に、ブラジル、モロッコと当たる可能性が非常に高いと。なんか聞いたところによると、私の聞いたところによると、なんかブラジルよりもモロッコの方が強いぞなんて言っているサッカーファンがいたんですが、後藤さん、そういう声あるんですか？いや、モロッコは強いですよね。前回大うん。会でベスト4に入ったチーム入っですよね。てそうですそれから、ね。去年は U20 ワールドカップで優勝しましたよね。で、はい。次期開催国ですから、お金を使っあ、て強化してます。そうですね。でモロッコすから、とポルこれ、トガルでしたっけ？もうモロッコ、スペイン、スモロッコ、ペインと、ポルトガル、ポルプラトガルとモス南米ロッコ。三角ってこれまたとんでもない話なんですけど、なるほど。それで、一時はもう決勝やれとか言ってましたから、かなりおうん。金使ってますからね。なるほど。勢いがある、どんどん成長している国ですよね。うん。本当、これは怖いです。モロッコは今年1月にアフリカネーションズカップやったんですよね。で、はい。それ見たら、スタジアムはすごい新しいものに、素晴らしいものになっていて、うん。で、しかも決勝ではセネガルに負けたのに、最終的には、勝っちゃいましたからね。あれはお金の力でしょ政治力もありますね。うあ、ん。そうですが。なるほどね。かつてはワールドカップでも、そういうふうにして優勝したチームもあったみたいですから、なんとも言えませんけれども、どうなんでしょうか。ということは、勝ったことのあるブラジルと当たる方がいいよね、というふうに言えるんでしょうか、後藤さん。どうですか？いやー、そこまでは言えないと思います。そこやっぱりまでは言えない。ブラジルはい。は、日本が勝った時はいろんなテストやっててね、はい。明らかに本気じゃなかった。なるほど。もちろん、勝つつもりだった、やってましたけどね、はい。いろんなテストやってるとこでしたから、うん。やっぱりブラジルはブラジルで、強いと思いますよ。うん。だから僕はモロッコと日本がやるのはね、すごく世界中注目で、つまり、ワールドカップって今までヨーロッパと南米のチームしか優勝してないんですよね。はい。それ以外でどこが将来優勝するかっていうところを機に、うん。モロッコっていうのは一つの候補だろうし、日本ああ、もこのまま成なるほど。長していけば候補になり得るんで、将来の世界のサッカー地図ということを考えたときに、すごい興味深い対戦になるんじゃないかなと思ってますけどね。いいですね。私も見たいでいす、僕は、それを。なるほど。後藤さんのお話聞いて私も見たいなと思うようになりましたけれども、大隅さんいかがですか？タイプとしてはね、はい。今の日本代表がやりにくいのはどっちかって言ったら、モロッコだと思うんですよね。おー、うん。というのは、だけど、非常にスピードがあって、はい。フィジカルも強いし、前へってどんどんこう進んでくるチームなんですね。うん、で、ブラジルの方は、ブラジルなんで、はい。テクニシャンを並べて、うん、結構、そういうチームに対して日本は結構もう慣れてきていて、はい。ただね、その個の力で打開されるっていう危険性はあるんですけど、うん、まあ、や、まあ、やりや、どっちがやりにくいかなって言ったらモロッコの方がやりにくいと思うんですけど、うん、まあ、どっちにしてもこれ、やっぱり、上に行くにはその壁を突破しなきゃいけないわけですから。はい。えっあと、の、
番狂わせが起こるとスコットランドが来るかもしれませんよ。ああ、そうなんです。ああ、そうですえか。ついこの間叩き潰したスコットランドですからね。じゃあ違うチームになっああ、てるかもしれない、スコそうットランですか。そういえばブラジルもこの間勝ったばっかりですよね。ド。そうですね。う。うんん。だって2対0で負けていたチームに逆転したんですからね、3対2で。えあれも得意の死んだふり作戦だったんですけどね。そうです。な目るほど。があるとは思わなかったよね、そうですね。また引っうん。かかったってういう感じん。だった。もう引っかかってくあれないでしょうね。その死んだふり作戦というのは、確かに弱いチームが強いチームに勝つ一つの方法だというのを言った人がいるのを思い出しましたけれどもね、平尾誠二さんという人ですけれどもね、優勝したこともなかった神戸製鋼がラグビーで初めて優勝するとき、相手に先に点数を取らせた方がいいんだということを常に言っておられて、相手に点数を先に取らせて、後半で逆転した方が勝ちやすいんだというので勝ち進んでいって初優勝したというのを今も覚えているんですが、やっぱりその死んだふり作戦というのはかカター結構ルワールドカップでは見事に、ね、ドイツもスペインもそれにはまってくれて、なるほど。日本が首位通過しましたよね。で、またなるほど。去年はブラジルまでかかっちゃったんで。うん。でもも、イングランド戦はそういう作戦使わずに、う、はそう。い。で、正々堂々と普通戦ってだったらね、勝ちましたね。力の差があれば、後半ボコボコにやられるんですよね。なるほど。うん。だけど、それを、耐え忍んだはい。っていうのは、やっぱり、それは、新しい展開ですよね。死うんだふり作戦ん。じゃなくて、先に点取って、あとうん。はしっかり守るっていう。守って。あの、グループの後、えーノックアウトステージで勝ち抜いていくための、やっぱり、一番のキーは守備だと思います。ああ、なるほどね。守備がやっぱり安定して、どの試合でも、どのメンバーでも安定して、粘っうん。て、失うん。点を、まあ、2点は取られないっていう守備ができれば、そこに、日本が勝ち目は出てくると思いますね。なるほどね。そういう意味じゃ、今の日本の守備強いですよね。なるほど。もう個人的な能力も上がってきてるし、はい。簡単に高さでやられる感じもないし、そうでしたね。非常に連はい。携がいい。相手がやり方を変えてきてもすぐに対応できるし、うそしてん。最後に鈴木彩艶が頑張ってるっていうんですうん。からね。そう、どことやってもかなり戦えると思いますよ。守備の組織としては、もう、FIFA ランキングで、まあ、ベスト3ぐらいには入りそうだよね。そうですね、組織としうん。てはね。うん。なあの、だから、るほど。いろいろお互いの連携とかですね、そのカバーリングとか、いうことを考えれば、もう世界のトップに近いと思いますよね。しかもそうです。メンバーが変わってもね、同じようにはい。戦えますからね。なるほど。ただ、と、本当に怖いのはもう高さとかね。オラうん。ンダ戦だったらファンダイクのヘディング、うん。これを止はい。めるのはやっぱり日本のディフェンダーにとってかなり難しいうん。ですけどね。今の日うん。本ディフェンダーだったら戦えると思いますよね。この間のイングうん。ランド戦でも、渡辺とかね、もうヘディングはい。の競り合いに優位に立って戦ってましたそうです。からね。うん。ということは、冨安に期待したくっても大丈夫かなっていう、そういう考えは良くいや、ないんですね。冨安の力はね、やっぱり、今の日本のディフェンダーの中でも飛び抜けてると思いますよ。ああ、もそうです。し彼がコンディションさえ良くなれば。整えば。あとは、例えば最後の10分間、冨安で締めるっていう手はあると思いますね。なるほどね。そしたら、この日本が、ブラジル、モロッコとなんとか勝ち進んでいったときに、キーマンになるような選手はどうなんでしょうか。日本では誰というふうに、思われますか、後藤さん。やっぱりもう、鈴木彩艶ゴールキーパーと、うん。トップの上田綺世がどこまで点取れるか。おー、なるほどね。なるほあるいは点取らなくてもポストプレーでど。はい。少ないチャンスをきちっとゴール前まで運べるようになるか、そのう辺でしょうかん、ね。うん。なるほどね。大角さんいかがですか？試合の流れとか展開とか相手の出てくる形とかを読んで、いかに森保監督が手を打てるかだとう思いますね。ん。あのうん。ーぼあの、2018年のロシアのワールドカップで、はい。ベルギー相手に2点先はい。制してはい。逆転されたんですけど、そうあの時はですね。ちょっと、
西野監督の采配、ちょっと遅れた感じがしたんですよね。で、まあ、遅れたのは、まあ、理由があるんですけど、ベルギーがもう明らかにパワープレーっていうか、空中戦で来るのは分かってた時点で、だけど、まだ試合の残り時間がたくさんあったんで、あと1分間これで我慢したら、ここで入れようと多分思ってたと思うんですけど、それが、その交代入れる前に、やられちゃった。やられてしまったと。だからその辺の、呼吸をどういうふうに、森保監督と、コーチたちが、今度読んで手を打てるかっていうことがすごく大きいように思いますやっね。ぱりベルギー戦の時にはもう2点リードした段階で、もう想定外のことが起こっちゃった感じですよね。そう、2点リードしちゃったよ、どうしようかって感じじゃないですか。2点取ったということが想定外だったわけですね。ベルギー相手に2点リードするって多分考えてなかったと思うんですよね。今のチームは考えてますよ。ブラジル相手に2点先行したらどうしよう、3点目いくか、そのまま終わらせようか、その辺まで選手たちも多分考えてると思いますよ。もちろん負けるイメージも、取られたらどうしようも考えますけどね。だから今度は対応できると思いますよ。2018年のベルギーは、あの大会、ベスト8だったっけ止まっちゃいましたけど、優勝してもおかしくないチームだったね。そうですね。素晴らしいチームだった。ブラジルにも勝ってという感じですね。デブライネとかね、アザールが本当バリバリだったですからね、あの時は。なるほど。というふうにして、ワールドカップが進むわけですけれども、さて、一番、優勝候補というのは、日本と戦う一番怖い相手という意味で、考えてもらいたいと思いますが、どのあたりになるんでしょうかね。どうですか、後藤さん。今だとフランスじゃないかな、一番強いのは。なるほど。この間、ブラジルにね、親善試合勝ちましたよね。そうですね。パワーランキングなんかでもイギリスの発表で1位に選ばれてましたけれども。FIFA のランキング、FIFA のランキング1位。FIFA の、はい。やっぱりフランス。大隅さんはいかがですか？今ね、玉木さんがおっしゃったパワーランキングっていうのは、ガーディアンっていう新聞が載ってたんですけど、イングランドが負けたから日本はあんな高く評価してるわけで。8位だったんですね。8位じゃないと困るでしょ。そうか。だけどやっぱり今、後藤さんが言ったように、チーム全体の力から見ると、それから攻撃のタレントとか見ると、やっぱり、フランスはなかなか、やっぱりどこにとっても厳しい相手だと思いますね。あとはアルゼンチンですね。この間の親善試合はアルゼンチンはモーリタニア、ザンビアというとんでもない格下と2試合、ホームでやって楽勝してましたけど、でも試合見ててパスの正確なパスが早くつながる、あれ見るとやっぱりこいつらすごいなと思いましたからね。メッシがどういう状況、どれぐらいのコンディションで来られるのか知りませんけれども、やっぱりアルゼンチンも候補の一つじゃないですか。なるほど。僕は今回はアルゼンチンはきついように思いますけど、メッシが前回ほどは活躍できないんじゃないかなっていうふうに思う。前回と割にメンバーがそのまま来ちゃってるなっていう感じもありますけどね。この間の優勝は、メッシ、みんながメッシを担いで優勝したって感じでしたね。なるほど。はい。その担ぐメッシが、本当に大きな変化とか決定的なプレーができないようであれば、アルゼンチンはただの非常にいいチームで終わってしまう可能性がありますよ。その周りの選手がどこまで成長したか、4年間の経験でどこまで成長したか、あるいは同じメンバーでずっと来たんで、マンネリに陥っちゃうのか、その辺が問題だと思いますけどね。なるほどね。フランス、アルゼンチン、大隅さん、他に挙げるとしたらどこですか？僕はイングランドですね。前回出ていただいたときに、イングランドは優勝候補だけど優勝できないチームですよねって確か大隅さんが言われたのを私は覚えてるんですけど。でもね、今回イングランド見て、こんなにイングランドの選手上手くなったのかっていうふうに、つくづく思いましたね。プレミアリーグなんか見れば素晴らしいプレーしてるんですけど、日本が一生懸命プレスかけようとしても、もう簡単に打開できる技術と、それからコンビネーションを持ってるんですね。それが、イングランド、今までになかったレベルのチームにしてるように思いますね。だから大隅さんがそう言ったのは、要するに
例えば20年とか15年前だったらあんなうまくないよなっていう、そうそう、いうまあ、そういうことですね。ね。うんイングランドが一生懸命若い選手育ててたんですよね。あ反省に立って。8年前でもあんなじゃなかったような気がするよね。そう。いや、今な度、本当に僕は、イングランド、見てて強いなと思いましたよ、本当に。ああ、そうです日本か。相手にここまで善戦するんだと思って。これそれ、はもちろん冗談ですけどね。後藤さん、今の言葉本気ですか？これは冗談ですけど、でもそれはそうですよ。日本のプレスをあれだけ簡単にこう、かいくぐっはい。てパスつなげるっていうのは、昔のイングランドの選手だったらできないことだと。なるほどね。本当に強くなってる。最後にね、出てきた2人のセンターバック、はい、はい。90何センチと2メートルのセンターバック。はい。あれがね、2人やってたら日本もっと3点ぐらい取れたと思いますそうけど、昔のイングランドおー、はああいう感じですよね。そうですだけど、ね。今はなかなか厳しかったですね。うん。日本に攻めさせてくれなかったし、プはい。レスかけても簡単に打開されてしまった。うん。なんか昔のイングランドというと、真ん中の方にドーンと放り込んで、真ん中にでかい男がそこで何かするっていうような感じがあったんですけれども、30年ぐらい前ですかね。さあ、そんな前ですけど、失でもね、礼しました。最後にそれやる力持ってるんですよね。どうああ、なしようもないるほど。時にそれやる力持ってるし、それがはい。できる選手を持ってるっていうのはやっぱりイングランドすごいなっていう感じがしますよ。なるほど。フランス、アルゼンチン、イングランドと名前が出まあ、ました。あとスペイン。あとスペイン、もちろなるほどね。んそうですね。これでまあ、多分この4つのうちのどっかじゃないかと思いますけどね。うん日本は入らないですね。だからそれはその4つとはえ、格のあれ、違いがあ日りますよ。本との決勝の相手の話だったんでしょ？今 決勝。さあ、そういうふうに、取っていただいて結構だと思いはい。ます。なるほど。さあ、それで最後に、このワールドカップ、一番注目して見られているのは何かなということが私なんか聞いてみたいと思ったんですが、いかがですかね、ワールドカップ、今回から48チームの参加にもなりました。カナダ、アメリカ、メキシコという広域開催にもなりました。その後、それにおまけに、裏ではといいますか、アメリカとイランの戦争までありました。というような中で、どういうところに注目されていますかということを最後にお聞きしたいんですが、後藤さんいかがでしょうか？まあ、日本チームがその死はい、んだふり作戦とかいろいろ言ってましたけど、今度ははい、どこやっても、まあ、互角とまではいかないけれども、はい。本当に攻め合い、守り合いをしっかりなるほど。やって、結果としてそれ勝っても負けてもいいから、よくはない、勝った方がいいんですけれども、はい、しっかりした、前回のスペイン戦、ドイツ戦みたいなあんなはい、戦い方じゃなくて、はい。どことやっても戦えますよということを証明してほしいですね。なるほど。それを証明できたら、証明できれば、あと4年間成長していけば、4年後、8年後には本気で優勝を狙いますよって言えるチームができるかもしれません。その最初の一歩になってほしいですね。最初の一歩ですね。この一歩は小さいけれども、日本の一歩としては大きいんだという、どっかで聞いもうすた言葉を使いぐたいですけれども。みたいですけども。大隅さんいかがですか？はっきり言ってワールドカップっていうのは、死にかけてるような気がします。あのーおー。それは誰か一生うん懸命殺そうとしてるのは誰かって言ったら、うん FIFA とそのはい。会長ですよね。はい。インフでも、ァンティーノ。でも実際ね、大会が始まったら、やっはい。ぱりワールドカップすごいなっていう風な試合をしちゃうと思うんですよ。うなっちゃうと思ん。うんですうね。ん。で、世界中の人を興奮させると思います。うん。その辺が非常なジレンマなんですけあど、もう一度やっぱり、こう、正常なワールドカップに戻ってほしい。あ。うん。えー入場券の値段がめちはい。ゃくちゃであるとか、それかはい。ら放映権がもうべらぼうであるとか、はい。それから、なんていうのかな、サポーターが自由に行けないような国でおーのワールドカップであるとか、はい。そういうふうなものを、なんとかこう、戻すなるほど。ようにできないかなって思うんですけど、どうかな。なるほど。大そう隅そうでさんは、すね。48チームよりも36チームがベストであったいや、と。32です。ごめんなさい。失礼しました。はい。32チームがベストで、とっても美しくできていたということを言われたように思うんですはい。けれども、やっぱりそれにも戻した方がいいと思っもておられます。ちろんそうです。はい。なるほどね。うん。
わかりました。最後に、まあ、6月から始まります。ワールドカップ。まあ、なんて言いますか、私も結局見ることになるんでしょうけれども、まあ、2ヶ月間近く楽しみたいと思います。後藤さん、大杉さん、最後に一言ずつ何か言い残したことはあるでしょうか？このワールドカップに対して。後藤さんいかがですか？僕はもうすでに森保監督、この後どうするのかなって、それを心配してます。おー、なるほどね。もう一期やってもいいかなと思いますけど。おー、なるほど。大杉さんいかがですか？まあ、その今話を受ければ、もう一気やるべきだと思います。森保監おー、督、十分若いし、えこの8年間のね、チームの成長段階を考えると、うんやっぱり何かを突破できるのは森保監督だと思います。なんか私の近所のサッカーファンは、神奈川県ですけれども、鬼木監督という声がかなり飛んでいるということも聞きましいや、たし、森保さんが辞めるって言ったら、僕は鬼木第一候補に挙げますよ。ああ、そうですか。長谷川よりもそうですか。あ、長谷部よりも。うん、長谷部って、ドイツの長谷部ですか？いやー、そうです、そうです。まあ、もちろん将来はね。ただ、じゃあ、長谷部さんはまだ、まだ、監はい。督経験ないから、ああ、なるほど。それはまだですよ。あ、そうですか。将来は期待してますよ。なるほど。ベストは森保あと4年間やって、鬼木コーチでやって続けていくのがいいんじゃないかなと思うけど。うん、でも、資産12年間っていうのは長くないですか？長い、大杉さだから本人がね、やる気ん。うが、ん。気力が続くかどうかとういうところがん。一番ですけどね。まあ、そう。ありそうだよ。そうそう。あ、あんそうですか。まりやつれてないよね。うん。なるほど。ということは、ワールドカップ、今回のワールドカップで優勝を期待するというよりも、4年後、8年後の日本に大いに期待できるというのが、この3回通しての結論だったように私は受け取りましたが、それでよろしいでしょうか、後藤さん。はい。でも、やっぱり、行くからには一つ一つ勝ってね。もそうだね。し今回優勝しちゃったら、それはそれで素晴らしいことですからね。そうですね。選手たちはそれを目標に戦ってほしいと思はい。います。もし優勝しちゃったら、それはそれで素晴らしいことだということですね。大隅さん、後藤さん、3回連続でどうもありがとうございました。とっても面白い、サッカーとワールドカップのお話でした。本当にありがとうございました。また、サッカー、ワールドカップの期間中もできればよろしくお願いします。また声かけさせていただきます。よろしく。はい。どうもありがとうごどうざいましもありがとうございありがとうごました。ざいました。はい。皆さんご覧いただきありがとうございました。次回のフォーラム8プレゼンツ、玉木のスポーツジャーナリズムを楽しみにしていてください。それでは皆さん次のエピソードでお会いしましょう。さようなら。